どうしてないの？そこにあるはずの実母の形見の着物がない。戸惑う私を見た姑はなんと、汚かったから捨てた、と言い放ったのだ。掃除一つまともにできないあんたが悪い。感謝してほしいくらいだわ。母の形見を捨てておきながら悪びれる様子もない姑に怒りがふつふつと湧き上がる。封印してきた魔性がとうとう眠りから覚めた。私の名前はさやか。カフェの店員をしている26歳だ。私が勤める店にお客様として来店したのが後に夫となる清。常連さんとして記憶にある程度だったけれど、ある日デートに誘われてからトントン拍子。2年の付き合いを経て結婚することになった。とても幸せな話なのだけど、ことはそう簡単ではない。結婚は2人だけの問題ではないのだ。住む家なんだけど、同居は嫌かな。同居？結婚式は行わず、写真撮影だけと決めてるので、最近会って話すのはもっぱら入籍後の話。両家の顔合わせも済んだし、さて新婚生活はどうしますかとなったところで同居の話が出た。神妙な面持ちで話し始めた夫に違和感を感じたのだが、その理由が同居だと分かりショックが走った。先日の顔合わせの時に会った彼の母。父親は数年前に病で亡くなり、現在清と二人暮らしとのこと。うちは逆に母が亡くなり、父親だけ。父と大差ない年齢の姑は元気そうだけど、目の鋭さが印象的だった。仕方ないけど、嫁となる私を値踏みするような目をしていた。あれはなかなか面倒な目をしてる。カフェの店員はいろんな人と接する仕事なので、自然とそういうのを読み取る能力が備わってくる。お客様の機嫌が良いか悪いかとかね。顔合わせの時の姑は明らかに不機嫌そうだった。まあ大事な一人息子を奪っていく嫁ですからね。世の姑としては普通の反応だと思う。ただ、新婚早々同居となると、さすがに即答できない。やっぱり同居なんて嫌だよね。そう言って見るからにシュンと落ち込む清。その顔は卑怯だと思う。だってそんな顔されたら嫌とは言えないじゃない。確かに清の勤務先は実家から近く、わざわざ不便な場所に引っ越すメリットはない。それにずっと母子家庭だったし、母親一人残すのは不安だろう。私の実家は兄夫婦が父と同居してるので心配ない。兄夫婦は同居してるのに私は同居したくないなんて言えない。何より親思いで優しい清の気持ちを無下にできるはずもなく。まあいいよ。かくして同居が決定したのである。結婚早々に同居？それはかなり大変だと思うよ。しかも母子家庭はね。同居経験者として先輩にあたる兄嫁に電話で相談してみた。お姉さんは父との同居で嫌なことありませんか？嫌なことがあっても義理の妹にそんなこと言えるわけもないだろうが、一応聞いてみた。案の定、義士が苦笑するのが伝わってきた。まあ、何も不満はないとは言えないけれど、別にいびられるわけでもないからね。うちは平和な方だと思うよ。そっか。そっちは大事な息子を奪った嫁という問題があるからね。ですよね。もっともな意見にうなずいて電話を切った。今後の心構えにと電話してみたが、かえって不安が増すだけだった。そして不安は現実のものとなる。私の息子と結婚できただけでも感謝してほしいものだわ。
嫁としての務め、しっかり果たしてもらいますからね。同居初日に姑に言われた言葉である。その言葉にかぶさるように、嫁いびりしてやると聞こえた気がする。多分それは幻聴ではなく、偽らざる姑の本心だろう。そして予想通りそれが始まった。洗い物が溜まってるわよ。自分の段取りが悪いのを棚にあげて言い訳ばかりしないでちょうだい。食事は5分で食べる。やることはまだまだあるんだから。結婚早々、同居が始まって1ヶ月。最初は手を緩めていた姑も、今や立派に手綱を引こうとしている。そう、今や本性丸出しの嫁いびり大好きな鬼姑が姿を現したのだ。夫がいない時の食事はゆっくりできないのはもちろんのこと、嫁である私を休ませまいと次から次へと指示を出してくる。一つをこなせばまた次を。そうこうしてたら他のことへの小言が飛ぶ。あれもこれもできるかと怒鳴ってやりたいが、そんなことをすれば関係は一瞬にして壊れる。まだ1ヶ月なのだ。ここは我慢の日々だと自分に言い聞かせてどうにか耐える。どうしてこんな簡単なこともできないのかしらね。お里が知れるわ。我慢だ。あなたのお母様はどういう教育をされてたの？まあ、早くに亡くなられたんじゃ教える時間もなかったかしらね。我慢。それでも人生を生きる上で普通は学んでいくものでしょうに。よくこれで結婚しようと思ったわよね。嫁どころか女として失格じゃない？我慢。できるか？思わず叫んで私はベッドの枕をボスッと殴りつけた。場所は寝室。私の叫びを聞くのは夫だけ。私の親は関係ないでしょ？私のこれまでの人生の何を知ってるっていうのよ。まあ、お袋がごめんな。私の剣幕に夫は苦笑を浮かべる。嫁姑問題は同居したらよくある話。嫁が強くなってきた昨今でも、やはり嫁が耐える状況の方が多い。そんな中で嫁のガス抜きにならねばならないのが夫である。ここで姑の味方をしようものなら、夫婦に明日はない。それを分かってるからか、それとも本心からなのかわからないが、申し訳なさそうな顔をしながらも、夫は私の愚痴を聞いてくれた。でも夫は決して姑のことを悪くは言わない。だからといってもちろん私を悪くも言わない。どちらの味方というわけでもなく、いや、夫は両方の味方なのだろう。私だって、お母さんより私を選んで、とはさすがに言えない。お母さんって趣味ないの？思えば、姑は一日中家にいる。以前は買い物とかで外出してたらしいが、今は私がやるのでそれもない。そういや今日は、お米10キロに砂糖、あと醤油とみりんを買ってきてちょうだいと、見事に重いものオンパレードで買いに行かされたっけ。自転車がパンクするかと思ったわ。パンクしたらしたで、あなたが重かったんでしょうとか言われそうだ。趣味くらい作ればいいのに。そしたら外出が増えて、嫁いびりも減ると思うのだけど。昔から無趣味というか、引きこもりな人だったからな。一人を苦に思わないっていうのかな。そうなのね。接客業で毎日大勢の人と接してた私からすれば考えられない話である。そう、お仕事。結婚しても続けようかなと思っていたのだけど、義実家から職場への通勤はちょっと難しく退職したのだ。絶対辞めたくないって思えるほど好きな職場でもなかったから、そのこと自体は別にいい。だが、
こうも毎日姑と顔を突き合わせて嫁いびりに会ってるとなると話は変わる。姑が趣味を持つか、私が仕事を探すか。見知らぬ土地での就職はなかなか難しいかもしれないが、一日中姑と一緒にいると疲れる。さやか、仕事をする？考えてたら同じことを考えたのだろう。夫がそう言ってくれた。夫と気が合うことは嬉しい。だが私は黙って首を横に振った。仕事したいのは山々だけどね。子供もすぐに欲しいと思ってるからな。もしすぐ授かって休職ってのはな。もちろん経済的に苦しくなったら働くよ。そこは心配しないで。子供は確かに欲しいけど、さやかのやりたいようにしてくれていいよ。そう言って夫はにこりと微笑んだ。優しい夫のおかげですっかりガス抜きできた私は明日も頑張るぞと意気込んで眠りにつくのだった。が朝になればまたガスは溜まってゆく。味付けが濃い。高血圧になってしまうわ。作り直して。ほこりが溜まってる。これのどこが掃除したの？やり直し。無駄遣いしすぎ。あなた、息子が稼いだお金を何だと思ってるの？これとこれ以外、全部返品してきて。よくもまあ、そんなにぐちぐちと出てくるものである。やることなくなったし、さてゆっくりするかと思ったら、何をサボってるの？暇なら私の肩を揉みなさい。テレビを見てるなんて余裕ねえ。じゃ、今日の夕飯は完璧なものができるんでしょうね。期待してるわ。ネットサーフィン？寝言は海で言いなさい。と、嫌味と小言が止まらない。最後のはどう突っ込んでいいのかもわからない。もう姑の趣味は嫁いびりと言っていいんじゃないかしら。さすがにストレスが半端ない。でも夫は今日から3日間の出張と来てる。そんな時はこれに限る。はぁ、お母さん、今日もまたいびられちゃったよ。私は着物を手にため息をついてぼやいた。独身時代から仕事やプライベートで嫌なことがあった時はいつもやってたこと。嫁入り道具の一つである小さな桐ダンスに普段はしまってある着物。とても大切な着物。実はこれ亡くなった母の形見なのだ。着れないし着る予定もないそれは古いけれども手入れを欠かさなかったおかげでとても状態は良い。記憶の中にうっすら残るのは幼い頃に亡くなった母。母はよく着物を着ていて、私は凛とした立ち姿の母が大好きだった。いつかさやかに着せてあげるわね。と母は言ってくれたが、その思いは叶わず、母は病に倒れて亡くなった。今ではもうそんな簡単に涙することはないが、それでもこの母の形見である着物を手にすると胸の中に温かいものが流れるのだ。愚痴も含めいろいろと話していればまるで母が聞いてくれてるような気がする。そうすると不思議と心が穏やかになりまた頑張ろうと思えるのだ。きっと本当に母が守ってくれてるんだろう。目の前で母が微笑んで聞いてくれてる気さえする。よし、明日も頑張ろう。そっと着物をタンスにしまい、私は小さくうなずくのだった。翌日も姑のいびりは手を緩めることはない。私の部屋の模様替えしたいからテーブルを運んでちょうだい。掃除は窓ガラスがピカピカになるまでよ。終わるまで昼食抜き。息子は今日も出張なのだから夕飯は私の好物で固めて。雨が降ってきたわよ。洗濯物取り込みなさい。少しでも濡れてたら洗濯やり直しよ。ドロドロの昼ドラの世界に飛び込んだ気分だ。疲れた。もういい加減体力も精神も限界だ。また母の着物を手に取って心を落ち着かせるか。
そう思いながらタンスを開ける。あれ？そこにあったであろう空間は確かに存在するのに、引き出しの中に母の着物はなかった。なんで？どうして？今日の日中出した覚えもない。忙しく動いてるのにそんな暇はかけらもない。どうして？焦った私はタンスの引き出しすべてを開けた。疲れすぎて頭ぼーっとした状態でどこかにやったのだろうかと部屋中をひっくり返して探すもやはり見つからない。どうしよう。うるさい。一体今何時だと思ってるんだい？鬼の形相で姑が部屋に飛び込んできた。呆然としたまま私は姑の顔を見た。なんですかその顔は。あなたね、夜中にゴソゴソドタドタとうるさいのよ。お母様、知りませんか？は？何言ってるのかわかんないわ。主語を言いなさい、主語を。この桐ダンスに入ってた着物、知りませんか？母の形見の。無表情の私の言葉に、果たして姑は、ああ、それね。と答えた。あなたにばかり掃除させるのも申し訳ないから、昼間私もここを掃除してあげたの。感謝してよね。はあ？そんなこと頼んだ覚えありませんけど。ま、人の親切を何だと思ってるの？まったくこんなに散らかして。人がせっかく掃除してあげたのに台無しじゃない。ほんとダメ嫁ね。掃除って、このタンスの中もいじったんですか？そうそう、あったわよ着物。母の形見なんですが、どうしたんですか？あなたの母親の形見だったの？なんか薄汚れてて汚かったから捨てたわ。は？捨てたって。粗大ゴミにして生ゴミと一緒に捨てたわ。感謝してよ。ゴミが一つ減ったんだから。掃除一つまともにできないあんたが悪いんですからね。そう聞くや否や私は立ち上がり、ふにゃっと姑が悲鳴を上げるのも気にせず体当たりして外に出た。外の大きな蓋付きゴミ箱の中に確かに母の着物があった。べっとりと生ゴミの嫌な汁をつけ、変な匂いを漂わせて。それを手にした瞬間、涙がこぼれる。脳裏に浮かぶのは優しい母の笑顔。病に倒れても子供たちに心配かけまいといつも笑顔を絶やさなかった母。いつも見守ってるからね。そう言ってこの世を去った母。同じ母親なのにこの差は何なの？いや、姑は確かにいい母親なのだろう。実の息子に対しては。だが嫁に対してこれはあまりにひどすぎる。あんな人とこれからも同居を続けなくちゃいけないの？夫は愛しているけれど、もうこれ以上は耐えられない。姑と私のどちらを夫が選ぶかわからない。けれど私はもうこれ以上耐えることはやめる。天国の母に幸せな姿を届けたいと思ったから。心配させたくないと思ったから。いい嫁、やめさせていただきます。許さない。絶対許さない。ニヤニヤ笑う姑に怒りの炎がメラメラと燃え上がる。あの時の高校時代の河原。私のダチに焼きを入れた他校の女番長5人と向かい合った戦慄の思い出が脳裏をよぎった。翌朝、怒りで一睡もできなかった私は日の出とともにベッドから起き上がった。まずは台所へ。鍋をガーンと大きな音を立ててコンロに乗せる。まな板をドンと激しく置き、その上に具材をドンドンと置いた後に、でや！ダンダンダンと激しくぶった切る。まな板ごと切ってしまいかねない勢いだ。何事？さすがにまだ寝ていたのだろうが、
音に驚いて飛び起きたのか、パジャマで姑が姿を現した。さやかさん、あなたこんな早朝に何を？おはようございます、お母さん。見ての通り朝食の用意です。朝食って、あなた今何時だと？4時ですが何か？早すぎるでしょ？いえいえ、今日も予定がぎっしりですからね。遅すぎるくらいですよ。はい、お母さんも顔洗ってきてくださいね。すぐ朝食用意するから。私はもっと寝たいのよ。わかったら静かに。ダン。私はぶっとい大根を真っ二つに切った。さやかさん？ごちゃごちゃうるさいな。右手に包丁、左手に半分になった大根。ゆらりとかげろうが立ち上る。ギロッと睨みつけたら、私の気迫に押された姑の顔が一気に青ざめた。朝食の準備の邪魔しないでくれます？ガタガタ抜かしてないで早く着替えてきてください。はい、ただいま。こちとら目が血走るほどに寝不足なんですよ。そこを我慢して朝食の用意してるんだから邪魔しないでいただきたい。嫌に素直に聞いたなぁと姑を見送って血走った目をそのままに調理を再開するのだった。戻ってきた姑はなぜか私と目を合わせずそのまま用意された朝食を食べ出した。すると味噌汁を一口すすった姑が辛っ！味噌の入れすぎでは？と顔をしかめる。それは失礼。はい、お水です。予想通りいつも通りの文句に私はすかさず対応した。辛いなら水を加えて差し上げよう。ちょっと入れすぎで薄くなった気もするけど、まあ気にしたら負けだ。はい、どうぞ。あのね、水を入れたらいいってもんじゃ。つべこべ言わず5分で食べる。何ですか？私には5分で食べろとか言っておきながら、ご自分は5分じゃ無理なんですか？人に言うならまず自分がやれと教わらなかったんですか？あなたの親はそんなことも教えなかったんですか？お里が知れますね。それとも教える時間も暇もなかったんですか？それとも教えても無駄だと見放されたんですか？ありえますね。そうですね。お母さんは何言っても無駄っぽそうですものね。一気にまくし立てる私にポカンと口を開けたままの姑。しばらくの間があり、と顔を真っ赤にさせてブルブル震え出した。何か。あなたね、私の親を侮辱する気？その言葉、そっくり返させていただきます。そう叫んで、ダンとお椀をテーブルに叩きつけた。これまで反抗らしいことをしてこなかった私に、姑は青を通り越して真っ白になっている。あなた、本当にさやかさん？私はそれをふんと鼻で笑って目を細めて姑を見た。もう自分を偽ることはやめにしたんですよ。ほら、お母さんも好き勝手やってくださってますしね。私も好き勝手することにしたんです。ってことで、これからは素の自分でいきます。それはどういう？ざっくり説明しよう。自分で説明するのもなんだが、私はいわゆる元スケバン。女と怠慢を張るのが三度の飯より好きなのだ。仕事先の喫茶店のマスターや夫の優しさにほだされ、高校を出てから素を封印してきたのだが、私の母の形見をゴミ扱いした姑のあの行為が私の本性を目覚めさせたのだ。とりあえず5分で食べ終わってください。そうこう言ってるうちにあと3分ですよ。3分？そんなの無理に決まって。つべこべ言ってないで食べる。はい。くわっと気迫を込めて怒鳴ったら、背筋を伸ばした姑は慌てて食べ始めた。
5分を過ぎたところで食べ終わった姑に声をかける。じゃあ掃除しましょうね。私が？何寝ぼけたこと言ってるんですか？今、私の目の前にいるのはお母さんだけですよ。誰に話しかけてると思ってるんですか？座敷わらしでもいるんですか？怖いこと言わないでよ。座敷わらしなら大歓迎なんですけどね。まあいいです。とりあえず掃除しましょう。そんなの嫁の仕事でしょ？そうですね。嫁であるお母さんの務めですね。だから寝ぼけてるんですか、お母さんは。旦那さんが亡くなったとはいえ、あなたも嫁でしょ？いや、私は。ぐだぐだうるさいですよ。はい、これ。そう言って私は掃除機をドンと渡した。まさか掃除機を持たされると思ってなかったのだろう。突然の重みによろける姑。家中に掃除機かけてくださいね、お嫁さん。なんで私が？あ、コンセント入ってた。服を吸わないで！文句がうるさいので掃除機のスイッチ入れたら服が吸われて焦る姑。ギャーギャーうるさいので放置して私は洗濯機へと向かった。洗濯物を干し終えた私は、お母さん、終わりましたか？と声をかけた。返事がないなと家の中を見ればリビングで横たわる姑が。何やってるんですか、お母さん。返事がないですね。では救急車がいいですか？それとも霊柩車？どっちも呼ばなくていい！私の言葉に慌てて姑は起き上がった。お元気そうで何よりです。では今から買い物に行きますので一緒に行きましょう。いやよ。あんた一人で行きなさい。これ何かわかります？何よそれ。ギロッと睨む姑に私は袋に入れたとあるものを差し出した。草！何これ！私の母の形見の着物でございます。あなた様が昨夜生ゴミと一緒に捨ててくださった大事な着物でございますよ。それが買い物と何の関係が？おかげでクリーニングに出す必要ができました。今から行けばちょうどお店の開店時間。とはいえ、着物専門のクリーニング店は少々遠くで時間がかかります。よって、買い物はお母さんがよろしく。そんなの、帰りにあなたが行けばいいでしょ？そうですか。では今夜は焼きナス揚げナス、ナスのおひたしにナスの味噌汁、としましょうかね。ナス。それは姑が最も嫌いな食材。そんなの誰が食べますか？別にいいんですよ。私が買ってきても。でもね、今日は特売でナスが安いってあるから、まあできる嫁なら当然特売品を買いますよね。お母さんが買いに行くの嫌ならいいんですよ。いいんですよ。ただそうなると夕飯どころか昼食もナス一食で。わかったわよ。買い物行ってくればいいんでしょ？やけくそ気味に姑は叫ぶのだった。それからひたすら姑をこき使う。いや、手伝ってもらったとあえて言っておこう。お袋、どうしたの？出張から戻った夫は、すっかりおとなしくなった姑を前に目をパチクリさせるのだった。そんな日が1ヶ月も過ぎた頃、なんだかげっそりした姑は、出て行ってくださいと私に頭を下げた。残念です。もっとお母さんと一緒に家事やりたかったんですけどね。謹んでお断り申し上げます。何なんですかその言い方は。姑の様子にあっけに取られてる夫だったが、なんとなく察したのだろう。いろいろとごめんな。と私に謝りながら、いそいそと新居を探してくれたのだった。その後私たち夫婦は家を出た。
距離は電車で3駅と、実家から遠くはないが、近くもない場所に引っ越した。夫はたまに姑の様子を見に行ってるようだが、さやかも一緒に連れてこようかと夫が言えば、姑は全力で首を横に振ってくるらしい。ずいぶんおとなしくなったらしいが、私は未だ許せていない。綺麗になって戻ってきた母の形見の着物を手に、姑への怒りの炎を燃やす。きっと孫ができたら会わせろとか言ってくるのだろうが、そう簡単に会えると思わないでほしい。まあ、せいぜい寂しい老後を過ごしてくださいね、お母さん。そう言って私は着物を眺めながらにやりと笑う。スケバンの件は夫にも姑にも秘密のままだ。あの時の河原に駆けつけてくれた亡き母が私の横で微笑んでいる気がした。